はい、皆さんこんにちは。今日は宇佐神宮にやってきました。この宇佐神宮、実はある有名な女性の方のお墓だという説があるんです。今回はその真実についてお伝えをしていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは、宇佐神宮が卑弥呼のお墓だと言われている理由をお話します。その前にまず、宇佐神宮って何やねん、卑弥呼って誰やねんってとこから始まりますよね。まずは、宇佐神宮から。宇佐神宮は大分県宇佐にあります。はい、そのまんまです。八幡山の総本宮と言われています。日本には神社が11万社あると言われているんですが、八幡神社はそのうち4万600社。めちゃくちゃ多くないですか？日本で一番多い大人気の神社なんです。ちなみに4万600社って言われてもちょっと分かりにくいじゃないですか。日本にある郵便局。これどれぐらいあるか知ってますか？皆さんの街には必ず郵便局ってあるじゃないですか。郵便局の数は日本に23,705局。ということは八幡神社は郵便局よりも 1.5 倍も多く存在してるんです。そしてその大ボスがこの宇佐神宮と言われているんです。つまり八幡神社の聖地であるわけですね。じゃあ次に、卑弥呼とは女性の名前です。しかも、卑弥呼は女王様です。邪馬台国という国がかつて日本にはありました。そこを治めていたのが卑弥呼という女王様です。争いが絶えなかった当時の国を争いのない国にしたんです。卑弥呼は非道といって、今でいう霊を見たり、見えない神様と交信する力を持っていたと言われています。この邪馬台国が謎に包まれていて、日本のどこにあったかが今でも分かっていないんです。その中でも有力な場所とされているのが九州。大和、今の奈良県あたりですね。この2つが有力だったと言われています。その卑弥呼のお墓が宇佐神宮にあるのではというふうに言われているんです。じゃあここから宇佐神宮が卑弥呼のお墓であるという理由について話していきましょう。さあ、行くぞ！その理由は3つあります。1つ目は、宇佐神宮のご祭神には卑弥呼が祀られているという説があります。宇佐神宮のご祭神は御柱います。1つ目が八幡狼、2つ目が姫の狼、3番目が神宮皇后。この御柱が祀られているんです。この中でも、卑弥呼につながると想定できるのは、姫の狼です。この姫の狼っていう神様は、実はいないんですよ。姫っていうのは女性を表している。まあこれは単純ですけど、姫っていうのが姫という漢字になっているわけですね。宇佐神宮には由緒書きというのがあります。その由緒書きには、姫の狼は、市来島姫、多吉姫、田切姫の宗像三女神だと書かれています。そして、この宇佐の地に宗像三女神が降臨したというふうに書かれているんです。確かに様々諸説がある中で、そういった説があるのも認めますよ。しかし僕はこう思いますよ。ない。宗像三女神っていうのは、福岡の宗像出身。そういう風に他の伝承では書かれてますよね。僕は他の伝承の通り、宗像三女神なんだから、宗像の出身。そう思ってますよ。この御柱いる神様の中でも、メインっていうのは、姫の狼ってことも僕は見たらわかります。この宇佐神宮は八幡山の総本宮やから、メインも八幡狼やろって思う人もいますよね。たけんなことないです。なんでかというと、皆さん、これを見てみなはれ。この並びを見たら、一発でわかります。メイン、これどこですか？わかりますよね？真ん中ですよね。真ん中がメインでしょ？端っこの方にメインがあることってないじゃないですか。映画でも主人公はドーンと映りますよね。オリンピックでも金メダル取った人は真ん中に一番高いところに乗りますよね。メインっていうのは真ん中に来るもんなんですよ。じゃあ、ご祭神見てみましょうか。はい、ドーン。ほら、地の御殿、八幡狼。2の御殿、姫の狼。3の御殿、神宮皇后。こういう並びになってるんですよ。わかりますよね。神社と表彰台の通りじゃないですか。もう見てわかりますよ。真ん中が圧倒的に目立ちますよね。そういう風になってるんです。さあ、このルールで当てはめていくとどうなるか。主催神が2の御殿、姫の狼っていうことが見えますよね。宗像三女神がメインなら、それは宗像大社ですよ。もしくはワンチャン厳島神社。そうなると、姫の狼は、どこのお嬢さん、どこの学ぶっていう風になるわけですよ。それにふさわしい存在が卑弥呼ということになるわけです。そして二つ目の理由ですね。卑弥呼とは間接的な関係になる説も肉付けとしてお話していきますね。その名も、宇佐神宮の存在感がでかすぎ。宇佐神宮はかつては伊勢神宮と並ぶほどの存在だったんです。それは二所宗廟。ここでの廟はお墓という意味より祖先に対する祭祀を行う場所という表現がいいですかね。つまり天皇家にとってめちゃくちゃ大事な神社だったっていうことです。宗廟が2カ所ある。これが二所宗廟です。現代では伊勢神宮と京都の石清水八幡宮です。これが中世より前は伊勢神宮と宇佐神宮でした。単純に言うと伊勢神宮とマブダチなんです。同等の神社っていう感じです。というよりは、かつては伊勢神宮よりも格上だったんじゃないかっていう例もあります。じゃあその例を話していきましょう。例1。奈良の大仏さんに貼り付ける金箔、大変事件。
奈良の大仏さんができたきっかけは流行り病です。これを仏教の力で収めよう。大仏さん作ろうという理由でした。国家プロジェクトであった大仏さん。ところが、大仏さんにペタペタ貼っていく金箔が足りない。そこで頼られたのは宇佐神宮です。宇佐神宮は占いをします。そこで言われたのは、日本のどっかから黄金が出るでしょう。という曖昧な言葉。しかし、卑弥呼が眠ると言われる宇佐神宮。卑弥呼が持っていた軌道が発揮されたんでしょうかね。見事金は発掘されて、奈良の大仏さんは完成したんです。伊勢神宮よりも宇佐神宮の方が格上疑惑のエピソード、二つ目を言いますね。やばいって、血筋のないお坊さんが天皇なんてわって。奈良時代、高賢天皇という女性の天皇が即位していました。病に倒れましたが、この病を治したのが湯気の道教というお坊さんでした。独身で子供もいなかった高賢天皇は、そのお坊さんをめちゃくちゃ気に入ってたんですね。そんなタイミングで次の天皇誰にしようかっていう話になった時に、どえらい気に入られてるそのお坊さん、湯気の道教が天皇になってしまうんちゃうかって朝廷はざわざわしてました。そこで、宇佐神宮に仲介してもらおうや。ということで、湯気の道教側と朝廷側が宇佐神宮へ行って、宇佐神宮から道教は天皇飽きまへんわと言われたという事件がありました。まあまあピンチな時に宇佐神宮を頼っていますよね。伊勢神宮の方が大和国からも近いし、格上なのに不思議な話ですよね。宇佐神宮のトップが八幡狼だったらこんな扱いになるでしょうか。それは否ですよね。そもそも八幡狼イコール王神天皇っていうのが現代ではまかり通っていますが、過去の記述の中ではそんな表現はされていないんです。これもまた不思議な話ですね。八幡狼イコール王神天皇は後付けかなと僕は思います。そもそも王神天皇って宇佐と関わりは全くありませんからね。福岡や宮崎くらいですね、関わりがあるのは。では、なぜこんなに重要視されていたのか、不思議ですよね。ご祭神が天皇である方が理由は得られるでしょうね。マネクマチャンネル。では、少し違う視点から、卑弥呼説を覗いていきましょう。宇佐神宮が卑弥呼の墓説。その2。宇佐神宮は古墳の上に立っている。マジか。じゃあ僕は今古墳を踏みつけてるってことですよね。いやー、僕めちゃめちゃ失礼なことしてますわ。しかし、踏んでしまったのは仕方ない。魏志倭人伝には、卑弥呼のお墓についての表現があります。そこには、このように書いてあります。卑弥呼は亡くなった。お墓は直径140メートルで、さらにその付近には、100人の奴隷が一緒に埋められた。140メートル。めちゃくちゃでかくないですか？直径140メートルって何メートルっていう感じですよね。まあそれ140メートルなんですけど、こんだけ大きかったら、卑弥呼のお墓すぐ見つかってるはずじゃないですか。でも見つかってない。謎ですよね。邪馬台国が近畿地方にあるという説からは、奈良県にある箸墓古墳だと考えられていますが、これは前方後円墳なんですね。魏志倭人伝は中国の歴史書で、さらに前方後円墳は中国にはない文化だったんですよ。古墳の形に触れられてないのは疑問が残ります。では、直径140メートルの古墳、一体どこに行っちゃったんでしょうか？困りましたね。しかし、その答えは宇佐神宮にあるんです。宇佐神宮の古文書、八幡宇佐宮五択集というものがありまして、宇佐神宮は宇佐廟、そして神社の古さを裏付ける延喜式神明帳には、廟神社と書かれているんです。廟、これはお墓の古い呼び名です。そして、宇佐神宮の本殿が立っている場所、ここは亀山という小高い丘になっているところにあります。この大きさ直径が魏志倭人伝に書かれている大きさとほぼ一致しているそうです。さらに、宇佐神宮の本殿の地下からは、それはもうでっかい石の棺が2回も見つかっているんです。そんな棺があったことは内緒にされていたんですね。触らぬ神にたたりなしってやつですよ。亀山が実は古墳だった。そしてそこにお墓を祀る神社として宇佐神宮が存在している。サイズも魏志倭人伝に書かれているものと同じくらい卑弥呼の信憑性が出てきたのではないでしょうか。以上3つの理由から宇佐神宮は卑弥呼のお墓ではないかと言われているんです。1、宇佐神宮のメインのご祭神は卑弥呼ではないか。2、宇佐神宮めちゃくちゃ存在感があります。3、宇佐神宮は古墳の上に立っている説。そして豪華な棺も見つかっています。さあ皆さん、これを都市伝説と見るか、意外とありだなって思うか、どちらだと思いますか？皆さんの感想はコメント欄でお待ちしています。それでは皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。せーの、卑弥呼様！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 せーの、卑弥呼様！